この三原則は一体どのようにしてなされるのか、なされない時どんな危機が訪れるのか、それについての具体的な日常に落とし込んだ応用編にこれから参りたいと思います。まずですね、最初に言ったですね、何度も蒸し返される問題ありましたよね。あの時のあれもあの時もあれも、あれもですね、女性の脳みその中ではですね、赤ちゃんを守らなきゃいけない。子孫を残さなきゃいけないという、いざという時のために、赤ちゃんが何か起きた時に、記憶を総動員して過去のトラブルを全部一気に引き出すということが必要らしいんですよ。一気に過去のですね、トラブル引き出して、あれと違う、あれと似てる、これと一緒、これとどうじゃない、じゃあこうしよう。未知なるトラブルに全力で当たるために、過去のレファレンスを全部引き出して、それをぶつけると。そういう意味で言うとですね、一気出しなんですよ。感情というタグのついた記憶を全てに一気出しするというですね、それをですね、トラブルに対処するために必然として行われている。なので、全部出てくるんですよ、辛かった記憶が。はい、これでですね、パートナーとの生活の上で絶対してはいけないことというのがですね、そのものすごいストレスの記憶というのを大量に保管することができるので、この蓄積をなんとか減らさなければいけないんです。一度蓄積したら完全にはなくならないそうです。謝りましたよね。許してくれたじゃないですか。許されてないそうです。すべてが前科となり、積み上がってるそうです。恐ろしい話です。一度積み上がったら、もう二度と完全になくなることはない。そんな十字架を背負いながら、我々はその時限爆弾を地中に埋めながら、今日も生きていているわけです。そんな中でですね、ここから話すのはですね、ぜひ男性皆さんに聞いていただきたいんですけども、そんな取り返しのつかない前科が圧倒的にたまるタイミング第1位、それが妊娠、出産、授乳期でございます。ここでほとんどの男性が取り返しのつかないミスを許容量以上に行うことで、子供が育ったら、もしくは一区切りついたらこいつと別れようという決意をするそうです。はい。なのでですね、まだ別れられてないだけで、区切りがついたら別れたぞというですね、そういう候補生たちたくさんいると思います。はい。なのでここから私のもうなんかビデオメッセージみたいになりますけどね、アルマゲドン流れてるんですかっていう。Don't wanna close my eyesですね。地球に残ってるまだ若き男性諸君、これから人生のほんのちょっとの先輩だからだけど、命に対する大切な話をするぞ。そういう話ですよね。妊娠出産授乳期、この時期はですね、もうトラウマを作りやすいんですよ。なんせですね、我々が想像している以上に満身創痍なんですよね。子供一人産むっていうことですね、どれだけの大ダメージなのか。体の中でね、命が大きくなっていき、それを外に出して、さらにそんな状態でですね、子育てをしなきゃいけない。母乳を授乳してる間はですね、もう栄養分をどんどんと外に出していかなきゃいけない状態になるわけですね。そんな中で体の中のホルモンバランスも崩れる。ダメージを食らってる上にメンタルが安定しない。もともと4倍不安を感じやすい人がですね、今度は乱高下する。乱気流の中に傷ついたジャンボジェットが振り回されながら飛んでる。そういう状況でございます。そんな中で頼りにしているパートナー男性から心ない一言を言われたら、これ一生忘れることができないと思います。はっきり言いましょう。本当に申し訳ございませんでした。ただ謝ることしかできない。そんな何回も過去の話を蒸し返すなよ。何回謝ればいいんだ。これ禁句だそうです。何度蒸し返されても謝ろう。これがスローガンになっているそうです。蒸し返されるために謝ろうじゃないか。心から。こうすることしか
できないそうです。なのでこの負の遺産がたまりやすい時期はですね、これ妊娠出産授乳期だから、妊娠してからね、10ヶ月ぐらいですかね、そこから授乳期が1歳半ぐらいまでだとしたら、もう本当に2年半ぐらい、この2年半はですね、緊急事態だと思ってください。最優先、全集中、全工程の呼吸。これがわからないんですよね。あんなに可愛かったじゃないかと。あんなに可愛かったじゃないかと。尽くしてくれたじゃないかと。励ましてくれたじゃないかと。いうですね、女性がですね、完全なる別の生命体に見えてしまうと。ですが、こういう理由があるのでということで、何卒頑張っていただきたい。各位私もですね、今第3子が授乳期にありますので、仲間です。だからこそこのテーマを選んでる。乱気流の中に私もいる。頑張ろう。ギリ生きている。ギリギリでいつも生きている。ということですよね。はい。リアルフェイスでございます。さあ行きましょう。続いてのピンチ。それがですね、記念日。記念日というと男性にとってはですね、プレッシャー。基本的にどこかに食事をして何かを送らなければいけないというハイプレッシャー。TM レボリューションさんです。ハイプレッシャーなんですよね。ですが、これ本を読んだところですね、我々が思っている100倍大事にしているそうです。恐ろしいことなんですけども、この記念日ですね、最大のチャンスであり最大のピンチです。わかりますか？かつての前科が取り戻せないと言いましたが、この記念日を全うすることができれば、少しプラスに持っていくことができるそうです。逆転のチャンス。はい。この逆転のチャンスが、結婚記念日、誕生日、ありますよね。はい。そこで訪れる。あなたの罪を少し軽減できる日があるんです。それはあたかも賭博黙示録開示の男たちが最後の人生逆転をかけて薄い希望エスポワールという船に乗るかのような気持ちで記念日に向かってください。いいですか？あなた方は負けてここにいるんだ。利根川は言うわけですよ、主催者の。負けてここの船に乗ってる。ここで負けたらもう知らん。そんなやつなことはもう知らんぞって言って賭けが始まるんですけど、本当そういう感じです。記念日でもしミスをしようものなら、もうこれまで取った罪は取り戻せないぞということでございますね。ここでですね、男性の最大のミスが記念日を忘れるっていう。エスポワールがもう出てたっていうね。地獄ですから。絶対に忘れてはいけません。タトゥーしといてくださいね。はい。記念日のことですね。その上でですね、よくありがちなミスなんですけど、記念日に何かサプライズをしようと思いますよね。何もしないと思ったら豪華な店に連れてったなんていう、そういうサプライズ考えますよね。ダメだそうです。どないせって言うんですか。全部裏目ってるじゃないですか。これなんでダメなのかというとですね、女性にとってですね、記念日で豪華な店に行くんだったらそれなりの準備があるんですよ。どんな服を着ていこう、どんな格好で行こう、どんな持ち物で行こう、ありますから、絶対にそれは先に言っといてください。むしろ数週間前、1ヶ月前ぐらいにね、予告しといたっていいんですよって言うんですよ。そんななんかもう飽きちゃいませんか？違うんです。女性はその記念日をですね、予告されたらその日までを味わえるんだそうですよ。ああ、おもてなしされるんだ私はと。はい。ここで
本当にですね、大事なことですね。女性の三大欲求、共感、察してねぎらってということなんですけれども、一言で言うとですね、特別扱いのエコひいき。これが大事です。特別扱いのエコひいき。only one。これです。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワンというね、世界に一つだけの花というスマップさんのね、もう素晴らしい歌がありますけど、あれはですね、完全に女性が歌ってほしいことなんですよ。あれを聞いたとき男性がどんな気持ちになるのか。ピンとこなかったんですよね。ごめんなさい。オンリーワンって言ってもピンとこないです。男性がなりたいのは常にナンバーワン。そうですね。猿山の猿を倒して俺がナンバーワンだ、俺がナンバーワンだっていう、そういうナンバーワンが一番嬉しいんですよ。でも女性は比較対象があるなんていうこと自体が論外。オンリーワン。そう言われたい。オンリーワンのエコひいきの特別扱いをされたい。それをされる日であろう記念日。それを1ヶ月前に予告されて、あれ着ていこう、あれ持っていこう、どんな風になるかな、想像するだけでも高まるというんですよね。ぜひ事前に予告して丁重におもてなしましょうと。これがポイントでございます。なので記念日は最大のチャンスであり最大のピンチでございますので、ぜひそれは入念にやっていただければと思います。どこに連れてやってほしいの？何が欲しいの？聞いて答えてそこに行く。もちろんいいんですよ。ただね、察しろ。それを聞いてはいけないんです。萩本欽一大先生です。聞いちゃダメなんです。事前に予告はしてほしいけれども、選んではほしいんですよ。考えて選んでほしいんです。そういえば日常の会話で言ってたよね。こんなお肉が食べたいなとか、お寿司が食べたいなとか、いろんなこれが食べたいなみたいなこと、こういうのやってみたいなとか、こんなとこ行ってみたいななんていうことをサインを出してるはずなんですよ。それをキャッチアップした上で、よしこれは記念日に行こうと。何が欲しいですか？こんなの欲しいかな？あんなの欲しいかな？なんだったらもっと遠いタイミングでリサーチしといてもいいんですよ。こんなブランドが好きだ、こんなものが好きだ、こんなお菓子が好きだ、全部リサーチしとく。リサーチしといてその日にぶつけてくる。ああ、覚えててくれたのねと。察してくれてるじゃないと。それを1ヶ月前から予告してもてなすと。おもてなしでございます。オリンピックを招致する気持ちでいきましょう。男性の皆さん。オリンピックをうちの年にという時の熱狂を持ってですね、奥さんを、彼女を、レストランに招致するんです。東京、うわー、はい。そういうことです。そして、次なるピンチがですね、家事でございます。家事やってますかっていうことですよね。ある程度手伝ってますというね、方々もですね、はい、怒られてるんですよね。手伝ってるのに怒られるんですよね。はい。それなぜか。これはですね、名もなき家事っていうのがたくさんあるからなんですよね。ゴミ出しをするとか、ペットの散歩に行くとか。それはですね、分かりやすい家事なんですよ。分かりにくい家事が一番めんどくさいんですよね。なんか冷蔵庫の中の調味料切れてるものを補充するとか、ね。なんかこれを拭いとくとか。なんかやれあれこれだっていうですね。要するに名前のついてない他に委託すらできないですね細かい家事ってたくさんある。そしてそれすらもですね子供が生まれたりするとこれままならないんですよ。あれとこれやろうかなと思ったら子供が泣き出す。やろうかなと思ったら何かが来る。結局できなかった。ああ疲れた。なんだかよくわからないうちに家事想定してた半分ぐらいしかできないうちに一日が終わってしまうという中で我々がちょこっと手伝ってるだけでなんかやって半分やってる気になってること自体がアウトと。さらにそのやってる精度が全く荒いんですよね。お皿洗ってもなんか洗いきれてないんじゃないかとか、なんかここがびしょびしょになってんじゃないかとか、そういうの気になるわけですよ。それなんでかっていうと半径数メートル以内の気配りに対して我々は太刀打ちができないから。遠方の目標、狩りをしていくぞということにね、誰かのヒーローになる。どこかで大きな売り上げを立てる。すごいミッションをね、クリアする。それできるんですよ。家庭の中の細かいところは全く高い精度でできないです。なので、やっても
雑、気づくことすらできてない、名もなき家事に気づかずに与えられたミッションをようやく頑張るけど精度は低い、そういう状態ですから、基本的にイライラしてるのはそういうことなんです。じゃあ何をするのか。もちろんその名もなき家事を少しずつ発見して、その上で少しずつ請け負うことが、これ研修生ですね、こともできるようになるのが大事なんですけれども、できないのであればせめて超ねぎらう。そうですね、3時間に1回ねぎらうというミッションがここにも効いてきましたね。はい、何ねぎらうのか。家事です。目に見えない家事を何かいろいろやってくれてんだな、それに対してありがとう、お世話になってますね。ありがとう。取引先です。いいですか、男性の皆さん、家はスイートホームではありません。家こそが取引先です。家に帰る瞬間、最大の取引先に帰るのだと思って、襟を正してください。もうスーツ着て寝ましょう、我々は。びっしりきっちりと、七三に分けてから妻におはようございますと。はい。それぐらいの気持ちでいかないとですね、トラウマが積み上がりですね、最終的にはこれダメです。なります。はい。そうですよね。もう耳からだけじゃなくて鼻からも血が出てるんですよね。はい。ただここで言っときますよ。動画止めたらおしまいだよ。わかる？これが最後のチャンスなんだ。俺らにとっては。もう俺たちは罪をたくさん背負ってしまってるんだから、これが最後のチャンスだ。諦めたらそこで夫婦生活終了だよ。まずは家庭内でナンバーワンになりなさい、ルカ君。ルカ君、君はまずは勝たなきゃいけない相手がいるはずだ。そうだろう。そういう話でございます。次のピンチ、第4のピンチが買い物です。ピンチだらけですっていうね。記念日、家、買い物、ありがとうございます。買い物の仕方がマジでわけわからないんですよね、女性の。逆に言うと奥様からすると旦那さん何をしてるのかわかんないんですよね。これポイントなんですけど、男性はですね、買い物するとき比較検討をめちゃくちゃしたいっていうタイプなんですよ。これうちの旦那だけじゃないんだ、私だけじゃないんだっていうのはですね、そうで、なんか1個買う、電子レンジ買う、炊飯器買う、なんか車買うとか言ったらですね、やたらと細かいスペック調べてるんですよ。ここはここが良くてここがこうなのかとか言うわけですよね。女性の買い物の仕方そんなんじゃないです。ファーッと見てインスピレーションで、これときめいたから、わけわかんない理由なんですよね。このときめいたからもうちょっと調べてた方がいいんじゃない、その時旦那が言っちゃうんですよ。もうちょっと調べてからにした方がいいんじゃない、これ余計なセリフですね。何を検討してみたら。女性における検討っていうのは自分のインサイドです。ハートに聞いてときめく、これ好きなったら買う、そうじゃなかったら買わない、そういうことです。男性は比較検討してデータとかスペックとか見てやりたいんです。でどうすればいいのか。はい、男性側が先に買い物、同じものを2人で買うとしたらですよ、分かんないものに関しては任せればいいですけど、2人でなんか買わなきゃいけないものだったら男性が先に行って比較検討を先にしといて、スペックを全部分かった上で言わずに女性の直感を聞いて、その直感に対して聞かれたらデータを言うというのはどうでしょうというコンシェルジュです。もうそんなに頑張らなきゃいけないですかということなんですけども、皆さん最初のミッション忘れないでくださいね。この理不尽な女の心をうまくケアすることによって笑顔が見たい、それが我々の願いでしたよね。我々は今からが本当の人生です。これまでは何の大会が行われているか分からずに競技場にいたから、ずっとレッドカードを出されてたんですよね。ずっと踊ってたんですよ、サッカーの競技場で。違うよってずっとレッドカード出されてるんですね。ボール見えてないよ、ボールも見えずにですね、敵チームのプレイヤーと踊ろうとしてたんですね。今ようやくゲームが分かりましたという段階なので、慣れていきましょう、少しずつね。はい、次です。次のピンチが出張です。ピンチが続きますね。コナン君ですかっていうね、殺人事件がずっと続きますけども、これ何ですかって、怖いんですけど、行く先々でね殺人が起こる小学生、それがコナンです。怖いですよね。ピンチが訪れる、それが夫なんですよね。
体は大人、頭脳は子供。俺っていう、そういう話なんですよね。助けてください。誰か助けてください。世界の中心で叫んでますね。出張に行きます。ね。帰ります。切れてるんですよね、妻がね。なんでですかっていう。何をお切れになってるんですか。出張に行って帰ってきただけなんですけど、そこで言われるんですね。お土産がないって言われるんですよね。だんだんびっくりしますよね。取引先ですかと。取引先ですかと。はい。何が欲しいんですかね。聞きました。妻は言いました。東京バナナでいいからって。私は思いました。東京バナナそんなに好きですかって。そういうことじゃないっていう切れ方をされるわけですよね。何だったんでしょうって。何の嵐が過ぎたんでしょう。かまいたちですか。そういうことですよね。つまりですね、出張先でもあなたのことを忘れなかったよという愛の証が欲しかったんですよ。女性手土産大好きです。気配り大好きです。ちょっとしたものを持って帰る。それはすなわちちょっとあなたのことを考えたよという愛の証。そう、察して力。この察する力によってのみ愛は測られるんです。超能力テストです。超能力テスト不合格。連続不合格。何でもいいから買ってこい。そういう意味で東京バナナでいいから買ってきてくれたんですよね。もう一番買いやすいものでいいから東京バナナでもいいから買ってきてよって。東京バナナ好きですか。はい。芝居太郎かっていうことですよね。はい。会話通じへんなこいつってことになるわけですけど、こっちからすると超能力バトルの持ちかけられてるとしか言いようがなかったんですよね。はい。なので、できればもっとね、パートナーが好きなものとかを買って帰るとよりいいんですけども、まずは東京バナナでいいですか。もう何かが出そうなので、体の内側からボディーブローを受け続けてもくの字側に、曲がってますので、もう体が浮いてますから、体もボディのそのブローを打たれすぎてくの字側に曲がってますからね、こっちはね。そして次のピンチに行きます。終わらないんですよね、ピンチがね。実家への帰省です。はい、特に旦那側の実家ですね。はい、この夫側の実家に行った時のですね、妻のストレスは半端じゃないそうです。はい、実家落ち着くなーなんつったらしばかれますからね。落ち着かねえぞって。なんでかというと姑がいるからですよね。姑は女性なんですよ。でこの女性と女性というのはですね、近距離パワータイプのマザー型のですね、スタンドを持つですね、同種のスタンドを持つ者同士なので、非常にトラブりやすいんですね。特に半径数メートルっていうのが接しちゃうんですよ。はい、だから領域展開の状態ですね。はい。領域展開の状態になりますので、もうこれは本当に赤と青で挙式紫が発動している状態に我々がリラックスしている状態ですね。何ですかっていう気づいてないんですね。姑とのこのストレスの接してるという。どうしてほしいかというですね。まず第一に、絶対に嫁をエコひいきしてください。妻をエコひいきしてください。はい。最優先。これですよね。最優先条約っていうのはね、もう不平等条約の上ですからね。最優先条約という。日米修好通商条約というね、治外法権があるとかですね、関税自負権がないとかね、不平等条約だって我々で歴史で学びましたけどね。はい。今回ですね、超日米修好通商条約ということで、最優先条約、私と妻の間で、皆さんと女性パートナーの間で結んでいると仮定してですね、最優先していただきたい。なので、母さん、そうは言うけれども、うちの妻はねっていうことで、絶対に妻の弁護人から離れないこと。これは大事です。その上で、何にもしてなくても気の利かない嫁だなとなりますし、何かしたら余計なことすんじゃないよってなるという非常にナーバスな空間になってますので、間に入ってくださいって言うんですよ。ね。母さん、俺手伝おうかと。うん。あ、じゃあ何々ちゃんもおいでよ。間を取り持ってですね、こううまくやってください。クッションになってください。そういうふうに書いてます。難しいですね。ですが何にもしないでぼーっとしてるよりは何かしら間のクッションになって入ると、これが大事です。はい。そして絶対に妻を最優先する。そういうことです。
さあ、ここまでのピンチ、分かっていただけましたでしょうか。妊娠出産授乳期間は最優先でございますし、記念日はピンチであり最大のチャンス。そして家事に関しては名もなき家事を認識してない恐れがあるので、基本的には、ねぎらっていこうよということでございまして、買い物に関しては鼻から手法が違うので、妻の手法を立ててください。さらに出張期間はですね、必ず思い出したよということをですね、示すためのアリバイ工作についてですね、証拠の品を提出せよということになっております。その実家においては完全に弁護サイドを間違えるなよと。どちらの弁護人に立つのかを絶対に間違えない。こういったですね、ことは全て女性の三大欲求。共感してほしい、察してほしい、そしてねぎらってほしいというものを端を発して、全て日常での応用になっております。そしてその共感、察して、ねぎらってというのがうまくいかないのは男性脳と女性脳の大きな構造の違い。ハンタータイプかマザータイプか、遠距離、攻撃型か、近距離防御型かというところの大きな違いがあったということをご理解いただいた上で、これを全てこなすと、妻からの銃弾が全部なくなるんじゃないのかというのは妄想に過ぎない。何ですって？我々はこのミッションを全てコンプリートしたら銃弾が10から0になるんじゃないですかと。この食らってる7つのね、この7つの傷があるんですと。ずっと平成昭和のジャンプで例えてますけども、7つの傷があるんですと。ね。ゆえにと思ったんですけど、これ7つの傷がなくなるんじゃない、なくなりませんと。半減するだけだと思ってください。このミッションをコンプリートして初めて半減するんです。なぜと。はっきり言いますと。女性は生きているだけで強大なストレスにさらされています。そして愛する人に最も何を求めているか。それはそれを爆発した時に受け止めてくれることを求めているんです。溜まった電流を放電させて、その上でそれを受け止める。これが大事。つまり、理不尽こそ愛。もう宝塚のもう大階段から降りてきて説得されてます。もう今。理不尽。愛。それは理不尽。愛。それは理不尽。全員がトップスターたちが降りてきながら歌ってます。愛。それは理不尽。なので基本的にはですね、全部やった上でですね、時々切れさせる、受け止める、ノー防弾チョッキ、完全被弾、スマイル、これがヒーローなんですよ。これが本当のヒーロー、そういうことですよね。男性の皆さん、そんなことまでしなきゃいけなかったのかと思うかもしれませんけども、我々そこまでしても女性と一緒にいた方がいいそうです。なぜならパートナーがいるいないでは男性の平均寿命が違うそうです。こんなに大変だとしても奥さんに先立たれたりするよりはですね、長生きするみたいですよ。離婚したりするよりは長生きできるみたいです。こんなにも面倒だ、こんなにも理不尽なその女性と一緒に生きることによって男性は強くなり、一日寿命を長らえることができると。最大の理不尽。命を削ってるようで生きながらえさせていただいている。それが女性でございます。こんだけ大変なのに動画を最後まで見たということは、やはりそれでも愛されたいと、そう願っているからですよね。これからは刻み込んでください。共感、察する、そしてねぎらう。それを間断なく行う。本当にね、この動画を最後まで見ていただいた女性陣の皆さん、本当にありがとうございました。大変でしたよね。本当に大変だったと思います。ねぎらってます。
難しいんですよ。最初の方めちゃめちゃミスすると思うんですけど、そうじゃないとか言われると思うんですけど、いや動画と違うやんって思わずにですね、やり方が下手なだけなんですよ。この方向性でやり方最初下手だけど慣れてったらうまくなりますんで、諦めずにいきましょう。はい。それでもやっぱり大事にしたい。そういう気持ちを伝えるためにですね、我々には愛がないんじゃない、ルールを全く知らなかったんだということでですね、ご容赦いただければと思います。これをご覧いただいた旦那さんは頑張っていただいたらいいと思いますし、夫の皆さん頑張っていただいたらいいと思いますし、これを奇跡的にご覧いただきました奥様方はですね、旦那さんにこの動画を見せることでですね、旦那さんがカーンと目が開くということあります。はい。騙されたと思ってこの動画見てみて。なんで私たちがこんなに喧嘩してるかはね、あっちゃんがうまく解説してるからと言ってですね、見ていただけることができますので、ぜひお近くのパートナーにお見せいただければと思います。私も精進してまいります。ではまた。プログレス。人は何者にでもなれる。いつからでも。次はあなただ。